皆さんこんにちは。こちらは TIAC VRDS25XS です。発売は1998年。当時の値段は23万円でした。このプレイヤーは名前の通り VRDS メカが採用されています。VRDS というのは重量のあるターンテーブルにディスクを圧着させるTIAC独自のメカニズムです。ディスクの反りや歪みを矯正して高い読み取り精度を実現すると言われています。このプレイヤーはトレイの動作に不具合がありました。VRDS の中古にはトレイの不具合が多いようです。今回はこれを直す様子をご覧いただきます。本体をばらしていきます。これ1枚も結構重いです。板厚が2ミリもあります。基板をチェックします。特に問題ないようです。トレイの動きがおかしい原因の多くはゴムベルトの劣化とトレイの位置を検出しているスイッチの接触不良です。ゴムベルトは2箇所あって、1つはこの辺り、もう1つはこの辺りです。どちらもターンテーブルの下にあるので、ベルトを交換するためにはこのブリッジを外さないといけません。そのネジがこの2本のバーの下に隠れています。つまりターンテーブルを外すためにこの2本のバーを取らなくてはいけませんが、右のバーを固定するネジがプリント基板の下に隠れています。そのためプリント基板を取らないといけませんが、プリント基板はサイドパネルかリアパネルを外さないと取れない構造です。なかなか厄介です。ベルトの一つはモーターユニットについているので、ユニットごと取り出す必要があります。その線が後ろの基板に刺さっているので、あらかじめ外しておく必要があります。まずは裏蓋を開けて、モーターの線を外します。モーターユニットから来ている線です。これを外しておきます。分解を進めます。トレイは右の方にある爪を起こすと外れます。プリント基板を取り出します。これでターンテーブルが外れます。円盤を叩くと響きますが、ディスクが圧着されていると摩擦で減衰がかかります。ブリッジの部分は樹脂でできています。トレイを出し入れするモーターのベルトです。たるんでいますね。
新ピンのベルトと交換します。モーターユニットを外します。まだ使えそうな感じですが、念のため交換します。E リングを外してギアを少し持ち上げます。スイッチの接点をメンテナンスします。カーボンがこびりついています。薬では溶けないので削ります。このトレイにはもともと何か塗ってあったようです。ベタベタになっている感じからするとラバー塗装です。きれいに拭き取って塗装し直します。同じ色を作ってオリジナルに近い艶消しの落ち着いた感じに仕上げます。少しずつ丁寧に塗り重ねていきます。フットスタンドが傷だらけですので、ついでに補修します。金メッキが錆びていません。メッキに厚みがあるようです。XLR 端子は真っ黒です。金メッキは表面の汚れだけ落とします。XLR 端子は薬で錆を溶かして専用オイルで仕上げていきます。元通り組み立てていきます。
レンズを清掃します。ほとんど汚れていません。これは輸送の際にピックアップを固定する機構です。固定しないと本体を傾けるだけで簡単に動いてしまいます。メカの組み立てが終わりましたので動作を確認します。調子いいですね。元の状態を復元できました。このプレイヤーのベルト交換は簡単にいきません。交換することを考えていない設計に見えます。中古のほとんどはベルトの交換が必要なようですが、作業に自信のない方は手を出さない方がいいでしょう。本格的な CD プレイヤーはピックアップの部分がフローティングされています。触るとフラフラに動くくらいの弱いバネが使われています。このプレイヤーにはフローティング機構がありません。リジッドに固定されているので振動に弱くなっています。なぜこの製品はリジッドにしたのでしょう。このターンテーブルはかなり重量があります。メカをフローティングにするとこのアンバランスで振動が出て読み取り精度に影響する可能性があります。リジッドにすればこの振動を抑えることができます。リジッドにしてしまうと外から来る振動に弱くなりますから、重量でカバーしようと考えたようです。ところが足に振動を通しやすいスパイクを使ってしまったので、防振効果が期待できません。このプレイヤーはしっかり固定された台に設置する必要があります。トレイのラバー塗装も問題の一つです。高級機に時々見られますが、この塗装は劣化してベタベタになる運命です。ゴムベルトとラバー塗装のある商品はいずれメンテナンスが必要になることを知っておいてください。ご視聴ありがとうございました。